キャラクターイラスト最強上達法ということでお届けしていきます。こんにちは、斉藤直樹です。質問来ております。10代りほさんからの質問です。こんにちは。いつも楽しく動画を拝見させてもらっています。早速質問なのですが、顔と体をバランスよく描く方法を教えていただきたいです。私は絵を描くとき、顔、首、肩、体というような順番で描いているのですが、肩幅と顔のバランスがいつも整わずに崩れてしまいます。全身の当たりを取ってから描くと、次は顔の大きさが曖昧になって、体に綺麗に乗せることができません。おそらく体の当たりの取り方が間違っているように思うので、そこの部分をぜひ先生に教えていただきたいです。ということなんですね。はい。りほさん、ご質問ありがとうございます。まず最初に言っておきたいのは、りほさんはまだ10代ということなので、今抱えているお悩み、当然です。僕もね、最初のうちはりほさんと同じような悩み抱えていました。体を意識すると顔が描けない。でも顔を意識すると今度は体が描けない。もう全く一緒なんですね。ですが、今日紹介する順番で練習することによって、りほさんのお悩み、そしてりほさんと同じような悩みを持つ全ての方のお悩みを吹っ飛ばすことができるようになると思います。ぜひね、今日の動画チェックしてみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。最初に棒人間を描こう。まずですね、りほさんと同じような段階にいる人、顔と体のバランスがうまく取れないという人に最初にやってほしい練習法はこれです。棒人間を使ってキャラクターを描くやり方です。絵を描き慣れた人はね、この棒人間を描かなくてもうまくバランスを取ることができるんですが、描き慣れていない人はですね、まず最初にこれを描かないと、同時に何個もできないことを重ねてやろうとしてしまうので、一気にですね、バランスを取るのが難しくなってしまうんですね。それで顔を描いたら体のバランスが取れない。体を描いたら顔のバランスが取れないっていう風になっちゃうんです。まずはここから始めていきましょう。やり方は簡単です。まず顔の位置。丸を描いて、首を描きます。そして肩のラインを描いたら、胴体をスッとまっすぐに引いて、そしてここに三角を作りましょう。これがね、肋骨のイメージですね。そしてお腹の下に骨盤を表すような三角を描いたら、その両脇からスッと足を生やしましょう。膝の関節は丸で書き表して、ここに関節がありますよって分かりやすくしましょう。最後に両肩から腕を伸ばします。腕もね、肘関節の部分は丸で書き表しましょうね。そして最後、これがポイントなんですが、必ず顔の中身、とりわけ目線をちゃんと書き込んでください。こんな風に雑でも構わないので、目線を書き入れた方が、そのポーズによってどんな感情が湧き起こるのか、圧倒的にね、想像がつきやすくなりますので、目線は忘れないでくださいね。はい。こんな感じ。ね、簡単でしょ？これならなんとか書けそうですよね。最初はこの棒人間を使っていくつかのポージングを書けるようになること。これを練習してみてください。1個目はタッチポーズ。さっきと同じように顔、そして肋骨、骨盤と書いていって、で、その次に足を描いていきます。はい。僕の経験上、手よりも足を最初に描いちゃった方が全体的なバランスを取りやすいと思います。そして腕を広げて元気なポーズをとってあげて、手のひらもかなり雑でいいので描いてあげるとさらに良いでしょう。そして忘れずに、はい、目線を書き入れてあげます。余裕があれば口の表情も追加してもいいですね。はい。1個目完成。さっきよりも若干動きがついた分、ちょっと複雑になりましたが、頑張れば描けそうでしょ？はい。2個目行きましょうか。次は少しだけ難しくなります。角度をつけてみますね。顔を描いて、そして肋骨を描いて。肋骨はさっきと違って少しひねって横から見たような感じにします。上半身がひねられているので骨盤も横から見たような感じになって、足はね、骨盤の横から生えているので画面手前から生えている感じになりますね。足を曲げて飛び跳ねている感じにしていきます。足関節はさっきも言ったように丸で描きましょうね。はい。そして3つ目。ちょっとね、描き慣れてきたら、だんだん複雑なポーズにチャレンジしていってもいいです。ただですね、りほさんのお悩みは、バランスが取りづらいということなので、あんまりね、ここに時間はかけずに、次に進んじゃってもいいです。むしろ、次のステップが、りほさんにとって一番大事なステップになるでしょう。肉付けしてみよう。さあ、次の段階は、キャラクターの素体となる肉付けをしていきましょう。今描いた棒人間はあくまでキャラクターの骨のようなものですから、ここにお肉をつけることでよりキャラクターとしてバランスが取れたものになっていきます。今描いた棒人間をうっすらと透かして、この上からこんな風に体を描いていってみましょう。コツとしては最初からあんまり筋肉がどうだとかそういったことを意識しすぎないことです。丸い円柱の筒がこの棒人間に巻きついているくらいのイメージで大
大丈夫ですので、今まではただの骨組みだったものに厚みを追加していってみてください。ポイントは、丸い円柱と円柱のつなぎ目をしっかりと描いてあげることです。足の付け根とか、腰のラインとか、腕の付け根とか、そういった部分に断面のような線が入っていますよね。これを描いていくことで、より立体感が把握しやすくなりますので、練習時には意識的にこう描くようにしてみてください。はい。こんな感じ。同じく2個目も肉付けしてみますね。次はちょっとだけ人体を意識しながら柔らかく描いてみます。胸の膨らみや腰つきなど慣れてくるとさっきの円柱の上に立体感を意識しながら描けるようになってくると思います。最初はね、なかなか同時にはできないんですが、練習を重ねていくとこういった肉付けが上手くなっていきますので、諦めずに練習を重ねてみてください。腕のラインもただの円柱の連続ではなく、少しだけリアルな人体に沿ったカーブを付け加えてみます。手の表情も少し細かく描いて、最後に顔、目線と口元で表情をつけて完成ですね。はい。3つ目も同じく肉付けしていきましょう。意識するポイントは一緒です。円柱を重ねていって、断面がどの方向を向いているのか、強く意識しながら描いていきます。棒人間を描いていると、そこにね、肉をつけていけばいい感じなので、かなりね、描きやすいことに気づくと思います。全身を描いていくのって結構難しいと感じている人多いと思いますが、棒人間ですでにバランスが整えてあるので、この描き方をするだけでも、あれ？私ってこんなに、うまくスラスラ描けたっけ？ってね、不思議な感覚になると思います。特にりほさんはね、この練習をたくさんすることで、一気に絵が上達すると思いますよ。バランスを取るのが上手くなっていくはずです。はい、こんな感じ。こんな感じで棒人間に肉付けをしてあげることで、よりキャラクターらしく、存在感がある形になりましたね。さて、ここまでがキャラクターのバランスを取る上で重要な考え方。質問者さんが言ったように、顔、首、肩、体というように順番で描いていくというよりかは、全体の当たりを取って、その当たりの状態でバランスを一旦取ってしまって、それを下敷きにして、改めてキャラクターをその上から描いていく。そういう流れで描いていくとうまくいくと思います。アナログで描く場合には、最初に描いたその棒人間の絵、その上に別紙を乗せて、その上からトレースしながらお肉を描くか、もしくはね、消しゴムで薄く消してから、その上からお肉を描いてみてくださいね。バランスがなかなか取れないという人の場合には、今僕が紹介したやり方で何度か練習していくと、うまくバランスが取れるようになっていくと思います。はい。ですがですね、ここで一点注意があります。棒人間でキャラクターを描いていくとですね、必ずぶつかる壁があるんです。それが、手が硬くなってしまうということ。なんかね、ポーズがこうカチコチに固まっているというか、なんかね、演技が硬くなってしまうことがあるんですよね。それを払拭するためにどうすればいいのか、次のステップで解説していきます。全く違うバランスの描き方を試してみよう。さっきは構造やバランスを重視して絵を描きましたが、次は違う描き方をしてみますね。よく神絵師がこういう描き方をしているの見たことありませんか？シュルシュルっと滑らかな線でエネルギーの流れを描いていくように絵を描いていく姿が印象的だと思いますが、これ別に適当に紙の上でふにゃふにゃ線を描いて遊んでいるわけじゃありません。では神絵師が何を描いているのかというと、これこそが流れや勢いを重視した描き方なんです。はい。それとはね、対照的な絵の描き方として、さっき説明した棒人間の描き方があります。棒人間を描いて、それに肉付けをしていくっていう描き方ですね。はい。さっきも紹介したように、これはこれでね、一つの描き方ですし、構造や立体感を重視しながら描いていく上では、とても重要な描き方なんですが、棒人間で描いていくと、立体感やバランスはちゃんと整えられているはずなのに、イラストが出来上がった時に、見栄えがしないことが多々あります。なぜそんなことが起きるのかというと、それは、流れ、勢いという考え方がすっぽりと抜け落ちてしまっているからなんです。練習ではなく実践的な絵を描いていくとき、僕はこの流れや勢いの概念は、絵の見栄えという意味で言うと、デッサンの10倍ぐらい大事な概念だと思います。デッサンがね、多少崩れていても、流れ、勢いの概念があれば、デッサンの崩れがむしろ魅力に転換できてしまうんじゃないかというぐらい、流れ、勢いの力は絶大なんです。構造ではなく、流れや勢いでイラストを描いてみよう。さあ、それを踏まえた上で、より実践的に、次は女の子のイラストを描いていきたいと思います。まずはさっきも言ったように、そこまでデッサンのことは考えずに、勢いや流れを意識しながら描いていきましょう。絵の細部というよりかは、より
大雑把に、こんな感じのシルエットにしたいという気持ちで描いていくんですね。左右のカーブ、そしてそのカーブに含まれる流れや勢い、シルエット、質量を意識しながらダイナミックに柔らかく描いていきます。大まかな流れが決まったら、顔の中身や細部を徐々に詰めていくといいでしょう。全体的な勢い、流れが自然にかけていれば、その中に含まれる細部を書き込んでいってもバランスが崩れることは少ないです。もし途中でバランスが悪いかもって思ったらですね、それは細部の書き込みに違和感があるわけではなく、流れや勢いのなさによって生じた違和感だと思いますので、細部を直すのではなく、全体的な流れを修正するようにしてみてください。はい。僕が今意識しながら書いていった流れ、勢いを可視化するとこんな感じですね。僕が注目してほしいのは、ツインテールの髪の毛の流れです。このように流れ、勢いには人体かそれ以外かの区別は特にありません。なので、たとえ体の動きが少ないポーズだとしても、髪の毛の流れを利用することで、リズムのある動きを感じられるイラストに仕上げることができるんです。さて、せっかくなので、ちょっとね、線画まで仕上げていっちゃいますね。この段階で、流れ、勢いを意識して、しっかりと大きなバランスが取れたらですね、あとはもうこの線の上に清書していくだけです。画面もね、ある程度拡大しても OK なので、今度はさらに綺麗な線で細部にこだわった線画に仕上げていっちゃいましょう。全体的なシルエットが整えられた下書きの上に線画を描いていくと、もう各線すべてが正確に的を射るような、全部クリティカルヒットするような感覚の線が描けるので、もう描いていてめちゃくちゃ楽しいと思います。この動画が終わったら、ぜひ自分で試してほしいんですが、もうね、描くのが気持ちよすぎて、脳汁やばいと思いますので、流れ、勢いを意識した下書き、そしてそこにペン入れする過程までね、時間を見つけて書いてみてくださいね。ちょっと待って、私、神絵師かもってね、多分世界が変わると思います。最後は軽いトーンを乗せて、はい、こちらで完成です。いかがでしょう？流れ、勢いを意識して書くと、細部だけではない、全体的に動きがありつつも、まとまりが出て、躍動感のあるイラストが描けるようになります。箱で描いていくという考え方。さあ、そしてさらにですね、流れ、勢いを重視した書き方からは、また全然違った書き方を紹介します。それは、箱を使って書くというやり方です。人体を簡単な箱の組み合わせのように考えて書くことによって、より立体的で臨場感のあるイラストを描くことができる考え方ですね。まず最初に、このように3点通し法を使ってパースの当たり線を描いていきます。パースという概念がわからない人には、まずはこの動画、完全解説、イラストのパース、これができればプロです。をご覧ください。はい。こんな感じで3点通しパースの補助線が描けました。慣れている人はね、この段階からキャラクターを描いていってもいいんですが、人体をイメージした箱を描いてみることで、あ、ここはこういう傾きがついてるんだな。ここはこういう立体になってるんだな。っていうのが視覚的に捉えやすくなりますので、キャラクターをより立体的に臨場感のあるシルエットで描くことができるようになると思います。はい。まずはこんな感じで箱が描けました。どうでしょう？なんか割とこれを見るだけでも、ちょっとこうワクワクするような迫力のある構図になっているのがもう感覚的にわかりますよね。早くキャラクターを描きたくなっちゃうでしょ？さあ、じゃあ描いていきましょう。今描いた箱に沿ってキャラクターの当たりを描いていきますね。頭、首、胴体、足、腕と人体をイメージして、今描いた箱を人体に置き換えながらキャラクターを描いていきます。実際にはね、こんな風に厳密に描くことは少ないんですが、絵が上手い人っていうのは、今描いてきたようなパースの補助線、そして箱の補助線を頭の中だけで弾けちゃう人が多いです。なので、今解説してきたのは、上手い人が頭の中でやっている作業のネタばらしなんですね。大まかに当たりが取れたので、あとはこの大雑把に描いた当たり線を手がかりにして、キャラクターをしっかりと描いていく段階に移ります。作業自体はね、細かくて時間がかかる作業になりますが、見栄えがする立体感はすでに出せているので、あとはね、もうキャラクターに集中できる、絵を描いていて楽しい段階に移っていきますよ。もし元のキャラクターがいる場合には、衣装の資料などを一つ一つよく見て、そのキャラクターの魅力を引き出していきますね。どうです？こうやって段階を追って、順番に絵を描いていく過程を見ていると、あれ？やり方分かったから自分でもできるかもって思いませんか？そうなんです。いきなり立体的で見栄えがする絵を描きましょうって言われても無理だって思っちゃいますが、こうやって最初は頭の中だけでやらずに、きちんと実際に描いて順を追ってキャラクターイラストに仕上げていく。そうすることで、あ、自分にもできちゃうかもって思えますし、何よりも上達のためには有効です。はい。
実際にやってみてください。めっちゃ迫力満点の臨場感のあるキャラクターが描けるようになると思います。はい。いかがでしょう？三点投章を使って高さにも奥行きを感じられる臨場感のあるキャラクターのラフ画が出来上がりました。ここまでいけば、あとはこのイラストに色を塗って仕上げていくだけですね。いろいろな描き方を組み合わせて絵を描こう。ここまでいろいろな描き方、考え方を通してキャラクターイラストのバランスの取り方について語ってきました。最初は棒人間を描いてそこに肉付けをしていく方法。いやいや、棒人間を描くと硬くなっちゃうから、あえて棒人間は描かずに流れや勢いに任せて絵を描く方法。いや、それだとちょっと立体感が損なわれちゃうから、そうじゃなくてパースに沿った箱を描いて、その箱を当たりにして立体的にキャラクターを描く方法。はい。大まかに分けて、この3つの考え方、描き方を紹介しましたね。でも、ここまで聞いてこう思った人もいるかもしれません。いや、結局どの描き方を信じて絵を描けばうまくいくの？なんか矛盾してんじゃんって。はい。はっきり言いましょう。どの描き方でキャラクターを描いていくのが正解なのか。それはですね、全部です。はい。全部意識してください。プロはね、全部同時に意識して描いています。でね、結局最後は全部意識することに越したことはないんですが、そうは言っても難しいじゃないですか。なので、今回の動画、実は初心者の方が意識してほしい順番に説明しています。絵の描き始め。なんかやっぱり、取っかかりや土台のようなものがないと、バランスを取る練習すらできないと思いますから、最初は棒人間を使ってバランスを取りながら、そこに肉付けをしていく練習をまずはしてください。それでね、いろいろなポーズを描く練習をしてみるんです。で、なんかつかめてきたぞ。自分の描きたいキャラクターを棒人間を使ってだったらいろんなポーズが描けるようになってきたぞって思ったら、今度はあえて棒人間は描かずに流れ、勢いを重視しながら棒人間からは離れた絵の描き方をしてみてください。そうすると人体の構造とか関節の付き方とかそういうミクロな視点から絵作り全体の見栄えの良さ、マクロな視点で絵を見ることができるようになっていきます。最初の棒人間の時よりもより高度な視点へとシフトしていくわけなんです。で、そうやって流れ、勢いに身を任せ続けているとある時に気づくと思います。あれ？なんか自分の絵めっちゃ平面的じゃね？って。はい。そうなったら次の段階に進みます。立体的なものの見方を強化するために箱を使って絵を描くこと。三次元的な意識にシフトしていくっていう段階を踏んでいきます。はい。これを聞いていて勘がいい人は気づいたかもしれませんが、この練習法を順番にやっていくことで、イラストを多面的に捉える能力を鍛えていくことができます。最初の棒人間でキャラクターの頭身を保ちながら様々なポーズを描く能力を、そして流れや勢いの練習ではキャラだけではなくて絵作り全体のバランスの整え方を、さらに最後の箱で描く練習ではあなたのイラストに厚みを追加していく能力をそれぞれ鍛えていくことができちゃいます。今回紹介した書き方を全部一気に試して一気に全部の能力を高めようとしても、それはねちょっと天才じゃない限りなかなかそううまくはいかないと思いますが、ぜひ一度それぞれの書き方を試してみてください。おそらくね、どこかでつまずく部分、うまく書けない書き方があると思うので、そこがおそらくあなたに足りていない能力です。その部分を重点的に練習することによってあなたのキャラクターイラストにさらに魅力をプラスすることができるようになると思いますよ。といったところでキャラクターのイラストが完成しました。どの書き方で進めていてもね、結局最後は見栄えのするイラストを描くことには変わりないので、途中から割とどの工程を辿っても似たようなね、書き方に集約していくと思います。ただ、今回紹介した書き始めの考え方については特にね、あまり他の人が詳しく解説しない部分だと思いますので、この動画を通して皆さんが理解を深めていただければ嬉しいです。ぜひチャレンジしてみてくださいね。今日紹介したやり方はかなり網羅的で高度な技術をそれぞれ解説していますが、もしね、それぞれの書き方をもっとよく知りたい、もっと深く知りたいと思ったら、概要欄にね、それぞれ詳しく解説した動画のリンクを載せておきましたので、ぜひそちらから詳しく確認してみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。